今週の週刊八丁縄手はおよそ110時間に及ぶ駅舎の工作作業を初めから完成まで音声解説付きでおよそ50分ぐらいにまとめました。皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエモルジです。今回は八丁縄手の駅の駅舎の制作状況を解説をしながらご案内していきたいと思います。八丁縄手の駅舎は三角屋根が目を引く特徴的な屋根をしています。そこでプライターに入っている厚紙を使って屋根のモックアップを制作することにしました。インターネットに三角錐の展開図が作図できるとっても便利なサイトがあって、そこに大変お世話になりました。それでも何度もやり直しています。頂点になる部分に印をつけてカッターで切り出します。それを四角錐に組み上げました。しっくりこなくて作り直しました。最終的に6個作ることになりました。現地の取材画像を見ながら線路側の屋根をスパッとカットしました。続いて駅舎横浜側2階建ての部分のモックアップを作りました。エバーグリーンのサイディング模様のプラ材が前作の残りで少しありましたので、それを利用して屋根材を製作しました。モックアップの厚紙を型紙にして切り出します。マスキングテープで仮止めして仮組みします。駅舎のモックアップの屋根を外して、そこに仮組みの屋根を乗せて雰囲気を確認します。ペンの目印が残っていたので消しゴムで消しました。次にプライターを切り出します。細く切る感じになります。だいたい太さは目分量でなんとなくで切ります。こんな感じですね。これを3本用意しておきます。では続いて先ほど切り出した屋根の板3枚を接着していきます。接着にはゴム系の接着剤を使います。ゴム系の接着剤は結構はみ出たりしますので気をつけながら作業をしていきます。ゆっくり慎重にやっていきたいと思います。多少はみ出る分に関しては後で取り持ちを作ってそれで取っていきます。一回塗ります。で部材を合わせます。その時に筋目と筋目が極力合うように気をつけながらつけてみたいと思います。カットする時も筋目を気にしながらカットはしているんですけど、100% 完璧にはいかないので、なるべく合うところを調整して留める感じにします。で、しばらく固定していきます。少し時間がかかります。この状態で一旦動画を止めます。このままちょっと持っていたいと思います。はい、ある程度屋根の接着剤が固まってきましたので、はみ出た接着剤を取り持ちで取っていきたいと思います。取り持ちは先端の部分に乾燥したゴム系の接着剤がついてます。これを巻くような感じで取っていきたいと思います。で、あんまり乾燥しない時にやっちゃうと、全部取れてしまいますので、少し乾燥してからやりたいと思ってます。あんまり巻きすぎると接着剤自体が取れてしまいますので気をつけていきます。はい、こんな感じです。先ほど3本細く切ったプライター、こちらを接着していきます。本当は2本でいいんですけど念のために3本切ってます。
ここの角の合わせの部分を隠すためにここに部材を接着したいと思います。こんなイメージですね。ではこの部材に接着剤をつけていきます。ここもゴム系の接着剤を使います。ゴム系の接着剤結構糸引いたり出過ぎちゃうとはみ出ますので気をつけながら塗っていきます。すでに出過ぎた感じがあります。出過ぎちゃったので出過ぎたのを伸ばすような感じで今接着剤自体を全体に塗ってます。で全体的に塗れましたのでこれを接合部分に貼っていきたいと思います。ではみ出ますけれども、はみ出たのは少し乾燥したら取り持ちで取っていきたいと思います。もう今度はこちら側もやっていきたいと思います。長く出た部分に関しては後で切っていきたいと思います。で、ピンセットに接着剤がついちゃったので少し部材がずれちゃいました。これを直していきたいと思います。全体的に接合部分を隠すような感じで作業をしています。接着剤が乾燥しましたので取り持ちではみ出た接着剤を取り除きました。続いてこのはみ出ている部材を切っていきます。裏返してカッターでカットしていきたいと思います。各面切っていくような感じです。こんな感じですね。これをこちら側でもやりたいと思います。はい、こんな感じです。で、先ほどここの部材とここの部材を接着しましたけれども、こことここにもあった方が見た目が良さそうなのでここにも部材をつけていきたいと思います。モックアップの部材から屋根の補強材を作りました。まず建物の端っこに来る部材に関しては片側に 1mm 角棒をつけています。これをこのように接着するイメージになります。で、真ん中に来る部材に関してはフライ板の両側に 1mm 角棒を接着しています。これをゴム系の接着剤で接着していきたいと思います。ここがついてないようなのでちょっと接着剤を追加します。はみ出た部分を取り持ちで取ります。同じようにこちら側も取ります。で、続いて建物の内部に来る部材も接着していきます。建物の内側に来る部材は照明を入れるために少しここの部分をカットしてます。で、ここが天窓になるので目印をあらかじめつけていましたのでここの目印を目安に接着したいと思います。駅舎の側面をカッティングマシンで毛書きしました。我が家のマシンくんはかなりお年寄りで頑張ってくれてるんですけれども
斜めにカットしてしまったりとか線が飛んだりしてしまいます。今回サイディング張りの駅舎なので、サイディングも含めてカッティングマシンで再現しようとしたんですが、ご覧のようにデータが飛んでしまったり斜めになったりしてしまいましたので、データをかなり工夫してやり直しています。でこのように、データをかなり簡略化して出力をしてみました。この側面をカッターで切り出していきます。窓部分も毛がいていますので、そこも含めてカットしていきたいと思います。線が二重になったり斜めになったりしていますので、定規で垂直を確認しながら今作業をしています。垂直を確認します。大丈夫そうですので、次の辺を切っていきます。カットが終わりましたので仮組みをしてみました。奥にはモックアップを並べています。仮組みした結果、正面のこの部分、窓2つ開けてあるんですけれども、屋根と干渉してしまいまして窓が見えなくなっています。なのでここの窓に関しては省略をするなどのアレンジをしていきたいと思います。こちらが線路側になります。こちらの面がホーム側になります。これから1階部分をカットしていきたいと思っています。エバグリーンの波板のシートに部材を移していきたいと思います。この建物正面になるパーツは窓をなくす予定です。一旦この波板にあてがってあげて、カットをする目印をつけていきます。それぞれ表と裏を間違えないように注意しながら作業を進めていきます。窓になる部分は同様に印をつけていきます。まずは建物の一番印象に残る線路側以外の部分を作業を進めていきたいと思います。念のために線路側の部品もあてがってあげて、きちんと材料が取れることを確認します。ではカットをしていきます。この時に今上下が逆で書いてしまったことに気づきましたので、もう一回やり直します。では上下逆に間違えて書いてしまいましたので、消しゴムで窓の目印を消します。塗装しますので多少ペンの跡が残っても大丈夫です。材料によって横幅が違いますので気をつけながら作業を進めます。ではカットします。念のために部材をあてがいます。裏と表がはっきりしましたのでテープを外してあてがいます。このように切り出します。壁面を切り出しました。そして合わせて工作をしたのが天窓の材料になる三角形の部材、この部材を型紙をもとに製作しています。またこの天窓の土台になる部品を角棒プラ角棒を使って組み合わせて、その上に切り出したプラ材を貼ることによって作っています。
余ったプラ板を使って天井の部材、こういう感じで屋根掛けをするんですけども、この部材も合わせて作っています。これらを一旦下地で塗装していきます。下地の塗装が終わりましたので仮組みをしてみました。天窓のところは現物とは少し形が違いますが、アレンジして製作を進めていきたいと思います。ここの天窓のここに張り材を入れていきたいと思います。型紙に線を引いてありますので、この線をもとにプラストラクトの 0.5mm×1.0mm のプラ材をあてがってあげながらカットしていきたいと思います。ここの枠は 1mm の角棒を使って製作をしていますので、だいたい 1mm ぐらい両サイドを詰めた状態で中の部分をカットするようなイメージで作っていきます。部材をここの線にあてがいます。で、あてがってあげてカッターでカットしていきます。で、この時に部材と線の合わせなんですけども、上で合わせるか下で合わせるか、多分下で合わせた方が見栄えが良くなると思いますので、下側に揃えていきたいと思います。部材を4つ切り出しましたので、接着をしていきます。で、接着はプラ用の接着剤を使って接着していきます。本来は組み立てる前に接着するのが一番良かったんですけれども、今回、思いつきでこの貼り材を追加することにしましたので、このようにめんどくさい施工になっています。型紙を下に置いてあげて、それを土台に留めていくような感じで作業していきます。こんな感じです。これを4面作業します。角度を確認します。接着剤が糸を引いてないかも確認しています。次に窓の枠を作っていきたいと思います。一旦仮組みをほぐしていきます。細く切り出したプラ板を枠として接着をしていきたいと思います。プラ板を細く切り出します。だいたい 1mm ぐらいの太さになるように目分量を目測で切っていきます。ちょっと太めになってしまったのは弾きます。部材を窓にあてがいます。最初に縦の方向から作業を始めたいと思います。窓の横に部材をあてがいまして、目星をつけてずらしてカット。同じことを繰り返していきます。目星をつけます。目星をつけてずらしてカット。これをすべての窓に作業をします。接着剤で留めていきたいと思います。少し曲がってるのは手で直していきます。あとは接着をすれば直ると思います。次に横の部材をカットしていきます。
横の部材も接着します。この作業をすべての開口部に実施します。枠材の接着を終えました。枠材は結局プラストラクトのプラ材に変更してやり直しています。はみ出た接着剤を取り持ちで取った後、今から四隅の隙間を埋めるために瞬間接着剤をつけていきます。瞬間接着剤が固まった後、ヤスリがけをしました。こちらの部材に関してはこのプラ板が床になります。床になって建物の2階の部材となります。この後下地の塗装をして修正をして、また下地の塗装をして修正をしてということを繰り返していきます。入り口のスロープを作ります。切り出したプラ板と 1mm の角棒を使ってこのようなコンクリートの壁を作っていきたいと思います。スロープの素材は以前作ったレイアウトの余りの材料を使っていきます。こういう感じで作っていこうと思っています。スロープを取り付けるための準備をしていきます。スロープの材料をコンクリートの壁にあてがいまして、高さに合わせて 1mm 角棒で補強材を入れていきます。現物合わせで接着していきます。スロープのコンクリートの壁と床を留める部材を接着しました。また全体的にヤスリがけをして隙間を瞬間接着剤で埋めた上で乾燥してからヤスリがけをするという作業を繰り返しています。一旦ここで下地の塗装をしてまた修正をして塗装をするということを繰り返していきたいと思います。スロープを塗装します。塗料はこちらのカーキ色と艶消しの白と、そこにさらに艶消しのスーパークリアを混ぜたものを塗っていきます。では続いて屋根の縁取りの素材を作っていきます。幅 6mm ぐらいにカットしました。このプラ板とさらに細かく切ったプラ板、だいたい 1mm ぐらい、こっちはだいたい 5mm ぐらいに切ってます。これを貼り付けていきます。この先の制作動画ですが、一部データ破損がありました。そのためご理解いただけましたら幸いです。屋根が組み上がりました。太さの違う部材を貼り合わせましたので、それなりの雰囲気が出せたように感じます。天窓の部材を乗せてみました。当初の予定になかった貼り材を追加して少し雰囲気がそれらしくなったように感じます。駅舎内部は前作の中央弘前駅の内部よりも少しだけ細かく作ることにしました。以前の作品で使用して余っていた格子模様のプラシートを床材として使用しました。
階段はアレンジして制作しています。スロープを仮置きしました。駅舎を仮置きします。次にレンガの内壁を再現するために津川陽光製のレンガ模様シートをカットしまして、内壁を現物合わせで製作していきます。壁と壁の接合部の裏側には1ミリ角棒を接着しました。線路側と高さを合わせたり調整を進め、次に線路側のホーム外壁を用意します。裏面に津川陽光製のレンガシートの端材をカットしながら接着していきます。外から駅舎の内部はそこまで見えないと考えまして、材料の有効活用も考えて端材を使用しています。建物を組んでいきます。屋根を裏で支えるための部材を壁の内側に設置します。壁の寸法に大まかに合わせた1ミリ角棒を接着していきます。定規を使ってなるべく平行になるように接着を進めていきました。グリーンマックス製のスクエアビルの屋根部品が余っていましたので、それをカットして屋根に使っていきます。できるだけバランスが取れるように慎重に作業を進めていきました。土台の下地塗装を終えました。あらかじめ作ってあったスロープ、これをあてがってみます。そして建物を仮置きしてみます。だいたいこのようなイメージになっています。また屋根も下地塗装を終えました。駅舎の正面に設置をする駅名表も作っています。裏側はマスキングしてありますけれども、ここは後でマスキングを剥がして中にトームの室内灯の余った切ったパーツをハンダ付けして、この部分に設置をしていきたいと思います。 LED 工作はほとんど初心者というか不慣れなので、非常に時間がかかると思いますので動画は省略します。そしてこちらタイル目の素材を使った壁、このような位置に来ます。で屋根をかけるとだいたいこういうイメージで、今のところ仕上がってきています。この後塗装をしていきます。建物の線路側の窓なんですけれども、こちらは格子状の窓になっていますので、この格子を100円ショップで買ってきたこちら、これを使って再現していきたいと思います。こういうイメージです。駅舎の屋根の柱材に関しては、こちらの外径が 5.5 ミリのプラパイプを使って再現していこうと思います。この素材をカットして、こういうイメージになります。柱が来るところにポンチで穴を開けます。駅前のタイルはエバグリーンの素材を使っていきたいと思います。土台に対して少し傾いた角度で設置しますので、
大まかに手書きをしてカットをあらかじめしておきます。では駅舎を塗装します。塗装が終わりましたので、ウォッシングをしていきます。ウェザリングマスターを使って汚していきます。では窓のマスキングをします。後で剥がしやすいように折り曲げて貼っています。一旦建物の屋根のマスキングを剥がしました。屋根に部材をつけるのを忘れていたためです。この部材も屋根と同じ色で塗装していきます。こちらに関しては後でまたマスキングをやり直します。次に窓周りをマスキングしていきます。窓周りのマスキングは皆さんやってらっしゃるようにマスキングテープをカッターで細く切ってそれを周りに貼っていきます。マスキングを終了しました。塗装をする前に一回白を拭いて隙間を埋めたいと思います。その後塗装します。塗装を始めます。屋根の縁の部分は全体的に屋根よりも少し明るい印象でしたので、マスキングをしてさらに塗装します。塗装します。墨入れ塗料で汚していきます。塗装を終えてマスキングを外しました。今度は 0.2mm の透明プライター、若干これ艶消しを吹いてるんですけれども、これを切り出します。これを貼り付けます。白をまぶします。窓パーツを塗装しましたので、先ほどの2階の部材に接着しました。そしてベランダのような部分には駅員さんが植木を植えているという設定にして植木鉢を置いています。なお、植木鉢の作り方、関連動画として概要欄に記載しておきましたので、もしよろしければそちらも合わせてご覧ください。そしてゴミ袋であったり、ちり取りであったり、よくわからない部材の棒とか、そういうものを賑やかしで置いています。
ベランダの部材は裏側に遮光するためにプラ板を接着しています。プラ板は 2mm の角棒の上に貼り付けています。次に遮光するために黒のジェッソを塗っていきます。窓の部分が黒がかかるのが怖いのでマスキングします。細く切り出したプラ板をグレーに塗装した部材を貼り付けました。引き続き配管などの工作を進めていきたいと思いますが、その前に100円ショップの袋をカットしてこれを窓枠として窓材として使っていきたいと思います。これをカットしたものを接着していきたいと思います。このような感じです。接着が終わりました。今度はほとんど見えないんですけれども、少し角度を変えるとうっすら見える内部の、壁を接着していきたいと思います。あんまり見えないと思いましてかなりざっくり作っています。天窓に使う窓材は透明のプラ板にこちらのスモークグレーの塗料と白をまぶしたものを切り出して貼り付けていきたいと思います。天窓の素材は裏側から光漏れする部分を黒のジェッソで塗っています。部材を調整して貼り付けていきます。建物の外枠ができましたので、今度は簡易的に室内を再現していきたいと思います。スロープ、そして階段、コンコース、そして案内板、簡易的に再現した壁面、これらを取り付けた上で今まで作ってきた自作のシールやストラクチャーのステッカーの余りなどを使って再現していきたいと思います。金属パーツの手すりを接着しました。室内部分はほとんど見えなくなるのでプラパーツをつけていきたいと思います。この後人形を配置します。吉天さんにデザインしてもらった自動改札を設置し、室内を簡単に再現しています。駅舎の内部はあまり見えなくなりますが、中央弘前駅のジオラマの時の駅舎の内部よりは見えやすくなりますので、少し細かく作っています。こちらは自動改札機を簡易的に再現しています。もしよろしければ関連動画として制作動画を概要欄にリンクを貼っていますので、そちらもご参照ください。以前制作したジオラマの時に制作したシールの余りを使って切符売り場であったり精算機を再現しています。また加藤のホームのセットに付属していたシールを使って自動券売機 JR 側の自動券売機やこちらは高架駅のシールを使った運賃表を再現しています。またこちらには吉天さんにデザインしてもらった玉川駅のジオラマの余りの消火栓を再現しました。
内部はあまり見えなくなりますので、こちら加藤のホームの柵を使用しています。入り口側は比較的見えやすくなりますので、こちらサカツギャラリー製の金属製の柵を設置しています。またここはこれから柵を設置していきます。こちらが屋根裏の部材になります。今ご覧いただいている方が室内側になります。天井の照明の部分をマスキングしています。そして裏側、屋根裏側になります。同じ場所マスキングしていて、それ以外の場所を遮光のため黒く塗っています。LED をここのマスキングの部分に設置することで、反対側を照らしていこうという考えです。トーム製の室内灯にハンダ付けをしました。これらをライトカバーのようなものをプラ板とプラ棒で作りました。これを屋根パーツの裏にこのように接着をしていきます。見えなくなる部分なのでかなり適当に作りました。裏返します。照らしながらユニットの位置を決めていきます。そして裏側を遮光で塗装していきます。塗装は黒のジェスを使います。でこの塗装も裏側になりますので見えなくなりますので、かなりざっくりと塗装していきます。上を黒く塗るのは天窓から光が漏れないようにです。塗り終わったら光漏れを確認します。駅舎の内側、そして屋根の裏側、そして正面の駅名の看板、これを接着を終えました。これから組み上げていきたいと思います。特にこちらの駅舎と屋根の接続の部分、ここの空間が光漏れが起きないように意識しながら作業を進めていきたいと思います。屋根と駅舎本体を接着しました。このような感じで仕上げています。今、接合部分を遮光のため黒く塗りました。この後乾燥させて内部と建物を接着していきたいと思います。配線がぐちゃぐちゃなので少しまとめていきたいと思います。断線しないようにわざと転倒しながら作業しています。それでは接着していきます。かなり接着剤が大量についてしまってますが、このままいってみたいと思います。なんとか接着することができました。最後にここに部材をつけていきます。
少し色が剥げてますが、ここは墨入れ塗料でごまかします。1ミリの丸棒に細く切り出したプラ材を接着します。雨どいを作っていきます。細く切り出したプラ板を丸めます。丸めて癖をつけます。そして接着剤をつけます。1ミリ丸棒の3箇所につけようと思いますので、巻くように接着します。巻いたら中心を押さえ込むようにします。この時ちぎれたらまた別のやつで新しくやり直します。駅舎が完成しました。まずは線路側からご案内します。線路側で一番特徴的な配線や、そして雨どい、これを自作で表現しています。また色味に関してはかなりアレンジして再現しています。ちょうどホーム側に機械箱がありましたので、それも再現しています。そして2階のベランダに関してはシティスケープスタジオ3製のエアコンの室外機をつけています。また土台には本物の木材を使った木の土台を採用しています。駅舎の正面脇、ちょうどこの部分にも雨どいを再現しています。駅舎の正面のフェンスはサイズ感が少し大きすぎたので変更しています。こちらにも雨どいを作っています。また屋上に近い部分には自作の地デジアンテナをつけています。制作方法に関しましては別動画で詳細をご案内していますので、合わせてそちらもご参照ください。引き込み線も再現しています。こちらのエアコン室外機は YSK さんの製品を使っています。そこにプラの丸棒を塗装したものを接着しています。電気メーターに関しましてはご存知の方も多いと思うんですけれども、十勝秀さんに作り方を教えていただいて自作しています。概要欄に十勝秀さんの YouTube のリンクを貼っておきます。もしよろしければ非常に参考になりますのでご覧になられてみてください。駅舎が完成しましたので、引き続き駅の工作を進めていきたいと思います。次回は跨線橋を制作していく予定です。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。